2016年3月6日、アメリカアイダホ州の小さな町コーラレーン。日曜礼拝が終わったアルター教会の駐車場で一人の男が牧師に向かって突然発砲しました。発砲数12発、頭、肩、肺、ほぼ即死の重傷です。犯人の名前はカイル・オドム30歳。元アメリカ海兵隊員で、イラク戦争にも従軍した経歴がある。それだけじゃない。アイダホ大学で生化学を専攻し、卓越の成績で卒業。その後、名門ベイラー医科大学に招かれ、遺伝学の研究に従事していた。つまり、エリート中のエリートです。そんな真面目なエリートがなぜ牧師を撃ったのか。事件の2日後、オドムはなんとワシントン DC のホワイトハウス前で逮捕されました。フェンスを越えて大統領に向けて書類と USB メモリを投げ込んでいたんです。その中身は41ページにも及ぶマニフェスト。文章はこう書かれていました。私の人生は破壊された。火星から来た知的な両生類型ヒューマノイドによって私は 100% 正気で 0% 狂っていると彼は主張していたんです。あの牧師は人間ではない。彼は目の前で一瞬だけ別のものに変わったと。巨大な突き出た目、縦に裂けた瞳孔、暗い緑のまぶた。彼はそれをスケッチにまで書いたんです。さらにマニフェストにはアメリカ議会の上院議員から下院議員まで含む50名以上の政治家、そしてイスラエルの歴代首相全員がレプテリアンであるというリストまで記載されていました。当然世間は彼が狂人だと統合失調と診断され懲役判決。この事件は精神的に不安定な人間が陰謀論に飲まれた悲劇として片付けられました。ただ待ってください。彼がレプテリアンの存在を信じていたという事実、確かにぶっ飛んでますけど、そのことを語っているのは彼だけじゃないんです。はい、皆さんこんにちは。ちょっとねヘビーなイントロだったかもしれないですけど、今日のテーマはレプテリアン。レプテリアン直樹も今更レプテリアンかよって思うかもしれないよ。ただこのレプテリアン調べれば調べるほど、これはもしかしてただの作り話じゃないのかもしれない。何か奥深く僕たちがまだ知らない領域があるかもしれない。その中でも最も詳細に不気味に語られるのがラケルタファイル。1999年にスウェーデンで行われたとされるインタビュー記録で、インタビュー相手は自らを太古の地球から存在する爬虫類の種族だと名乗る女性。もちろんぶっ飛んでるんですけど、このインタビューの内容があまりにも詳細で具体的で、あまりにも怖いんです。恐竜絶滅の真相から人類創造の秘密、そして地底世界の話まで、今日はこのラケルタファイルの全貌、そして僕が以前対談した超ノリオさんっていうね、一瞬そのレプテリアンを見てしまったかもしれない人物と、最後は皆さんの中にもそのレプテリアンがいるということを話していきたいと思います。ラケルタファイル。1999年12月、スウェーデン、オーレ・ケイという人物がある特別なインタビューを行いました。彼は協力者 EF を通じてラケルタと名乗る女性と接触する機会を得たんです。持ち込めたのはカメラ1台とテープレコーダー1台のみ。そこで彼女は自分のことをこう説明します。私は哺乳類ではなく非常に古い爬虫類種族に属する存在です。地球はもともと我々レプテリアンの惑星であり、人類のものではなかった。彼女の種族名は Turn。 本名は人間には発音できないためラケルタという呼び名を使います。年齢は28歳。ただレプテリアンの寿命は非常に長いので、これは種族上の年齢。外見は人型だけど肌は淡い緑色に茶色の斑点があり、目は人間より大きく瞳孔は縦に裂けている。瞬きをすると透明な膜が横方向にスライドする。まさに爬虫類の特徴そのものだったんですね。仮にこれが本当だとして、なぜわざわざそのちょっとね危険を冒してまでこういった機密情報をね話してくれているのか。彼女は人類の社会行動を研究する学生として人間に真実を伝えたらどう反応するかを試したかったからだと。要はインターン生。インタビューはね3時間合計あって、それが英訳されたのがこのラケルタファイル。これは2000年に公表されて、その内容っていうのがもう僕たちの知る歴史、2億年前とか何億年前に恐竜とかそういった生物いたじゃないですか。そういった生物のその後の姿だったんです。ラケルタがまず語ったのは約6500万年前の話、恐竜絶滅の真相。学校では巨大な隕石が落ちて恐竜が滅んだってなれましたよね。でもラケルタはこう言うんです。恐竜は絶滅したのは隕石じゃない。地球をめぐる異星人同士の戦争だった。当時2つの異星人種族が地球の資源をめぐって争っていました。一つはプロキオン星から来た人型種族、もう一つは別の宇宙から現れた爬虫類型種族。どちらも狙っていたのは地球に豊富に存在する銅です。銅は特殊な電磁波と放射線を組み合わせることで強力な力場を生み出す素材になると。ただ戦いの中で劣勢に立たされた爬虫類型勢力が切り札を使ったんです。特殊な融合爆弾。これは生物だけを死滅させ、資源である銅には被害を与えないよう設計された兵器だったと。でも結果は想定外だったんです。爆弾は
中米付近の海中で爆発、海水中の水素と予期せぬ核融合反応を引き起こして約200年間の核の冬が地球を覆いました。膨大な放射線と有毒な化合物が発生し、大型恐竜のほとんどが滅びました。そして地層に残ったイリジウムという元素、現代の科学者はこれを隕石が落ちた証拠として解釈してるんですけど、ラゲルタによればこれは異星人の兵器の副産物だと。ただね、この大絶滅を生き残った存在がいるんです。全長約 1.5 メートルの二足歩行の爬虫類で、物を握れる親指と発達した脳を持っていました。この生き物こそが後のエプテリアンの直接の祖先だと。ここでの核融合がその進化をね寄与したという可能性があるとラケルトは言ってるんですね。彼らはその後数千万年をかけて進化して、当初はいくつもの亜種に分岐しましたけど、気候変動や種族間の争いで淘汰され、約1500万年前に高度なレプテリアンはわずか3種類だけになりました。その3種類から不要な遺伝子を排除して結局1種類になったと。彼らの科学は物質文明だけでなく超能力的な技術にも及んでいて、個体の中には次元の壁を越えて移動できるものやテレパシーには長けていて、人間の精神に私たちはあなたたちと同じ存在として見ようっていう命令を送り込むことで人間社会にも溶け込めるそうなんですね。人間の精神は弱く、集団であっても一つの集合意識のようなもので、抵抗なくこの擬態命令、嘘の命令を受け入れてしまうと。一方その頃、人類の祖先はまだ森の中で木から木へ飛び移っている小さな猿に過ぎなかった。約150万年前、レプテリアンが地表で文明を発達させていた時代に、突然別の異星人集団が地球にやってきました。ラケルタがイロジムと呼ぶ存在、これが一般的にエロヒム、ヘブライ語聖書で神を意味する言葉です。このエロヒムたちは地球の鉱物資源には興味を示せなかった代わりに、彼らが注目したのは当時地上にいた原始的なエンジン類、そしてその猿の遺伝子を操作して自分たちに使える労働力、つまり奴隷として使おうとしたと。人類がわずか数百万年で知的種族に進化したのは不自然だ、偶然ではなくエロヒムによる遺伝子操作の結果である。ラケルトはこう断言してるんですね。人類の DNA には外的な改変の痕跡があり、この操作がなければ猿から人間への進化には何千万年もかかるはずだと。これは実際に進化論の中でも議論されてるポイントで、ミッシングリンク何千回とね俺も言ってると思うけど、猿から人間への進化の過程で説明がつかないと。生物学的な知識がない俺が言っても何も説得力がないかもしれないけど、もう本当に冷静に考えても、この1億2億とかもう何万何十億の歴史があったら、確かに僕たち人間のような高度生命体以外にも絶対似たような何かしらね知的な生物が生命体がいてもおかしくはないですよね。進化って面白くて、別に僕たちのようなこの発達した脳を持つことイコール進化じゃなくて、ネズミだったら例えば小さい体でいることが実は進化で、なぜかというとたくさん繁殖して、要は獲物から取られないようにいろんなことをこそこそ動けるじゃん。あれはあれである一つの形の進化なんだけど、とはいえこういった脳に発達した種族がいてもいいじゃん。なら1億2億年前からいる奴らはなんでこうならなかったのか。当然自分たちの惑星で勝手に遺伝子実験を始めたエロヒムをレプテリアンが黙って見過ごすはずもない。地球の支配権と新たに誕生した人類をめぐって両者の間には敵対関係が生まれたんです。さらにラケルタはこう言います。現代の人類文明はこの惑星で第7世代なのです。どういうことかというと、エロヒムはねこんな人類みたいなものをねたくさん作っては壊した作っては壊したっていうのを繰り返して、そしたらそんなことやってるの無意味じゃんっていうねエロヒムも出てきて、そういった中で内戦がねエロヒムの中で起きて、レプテリアンもいて三つどめみたいになったんですね。具体例はなんと第5世代文明が約7万5,000年前に巨大な三角形の建造物を作ったというんです。それが僕たちがエジプトのピラミッドと呼んでいるものだと。エジプト人は後からそれを見つけて真似しようとしたけど、オリジナルほどの完成度には至らなかった。一応エジプトのピラミッドが紀元前2500年前に作られたっていうのは、メレルの日誌クフ王のピラミッドに石灰岩ブロックを船で運んだという業務日誌があって、労働者の居住区があったりするので、今は定説になってるんですけど、ただ彼らは外壁とかを修復していただけでゼロから作ったという証拠があるわけじゃないといえば、もしかしてこのラケルタの主張は言えるのかもしれない。こんなこと言ったらねエジプト考古学者にボコボコにされるけど、第6世代は1万6,000年前にバミューダ近海伝説のアトランティスと関連づけられる場所に都市を築いたと。その遺構は今も海底に沈んでいるというんです。そして第7世代が僕たち、約8500年前に創造された。僕たちの歴史は基本的にこの第7世代以降のものしか知らないっていうんですね。仮にその過去のものがあったとしても誤解してしまうかもしれないし、ほとんどはもう消滅していると。このピラミッドがいい例ですよね、誤解しているっていう意味では。あとこのエロジムイリジムが人類にかけている精神プログラムっていうものがあって、この精神プログラムっていうのが、あなたたちの意識の中にはエロジムがあなたたちを作った時に設置した単純なスイッチがある。私たちはこのスイッチを使ってあなたたちに私たちを人間だと見せることができる。要は彼ら
空は僕たちに好きなものに見えるように作られているっていうんです。僕たちの体は外部からのテレパシーによる知覚操作を受けやすい設計上の欠陥が意図的に仕組まれていると。悲しいことに僕たちは開かれた本のようなものなんですよ。簡単に言うとその本を消したりすることもできるし、書いたり上書きすることができると。じゃあそのレプテリアンは今どこにいるのか。答えは地球の地下。よく言われる地球空洞説。地球の内部がスカスカで中心に太陽があるという話は彼女は明確に否定していて、そうではなく地下数千メートル、約2から8キロメートルの深さに広がる巨大な天然洞窟の中に高度な地底都市が築かれているんです。それ否定になってるどころかほぼ物理的な地球空洞説よね。そしてなんと僕が以前対談した裏荒野で修行した超のりおさん。彼はなんと地底人と名乗るレプテリアン的な存在と何度も遭遇したことがあるんです。その一部始終をご覧ください。フルバージョンはオンラインサロンで見れます。靖国神社でしたっけ。はい。で、なんで靖国神社かもよくわかんないんです。たまたま行った時に時間が余っちゃったじゃん。余って行くには早いよな。1時間ぐらい余ってる。そうそう、喫茶店でもと思ったんだけど、九段下だから喫茶店もないんですよ。あんまないか。普通で行ったら神社って木があって、で土で照り返しっていうのも抑えられて、割と風が通れば涼しいところだってイメージあるじゃない。鉄筋でできてると思ってるまあそっか。行ったら塀があって風通らないじゃん。こんなの嘘だよなっていう中で、でも今更もうどうにもなんないんで缶コーヒー開けていや時間潰しだって飲んでたわけです、そういったところからなんとなくそこであれですよね、緑色に光るでしたっけ。まず緑色に光るよりも先に格好がおかしいんですよ。あ、そっか、真夏なのにマトリックスみたいな格好でしたっけ。そう、キアヌ・リーブスがロングコート着てるじゃないですか、マシンガン持って。あんな感じのロングコート着て、目がストローハットですよ。男ですか。その男ですよ。真っ黒な塗られたストローハットかぶってるんですよ。ちょっと怖いっすよね、そんな人いたら。不気味ですよ。不審者じゃないけどなんか変な人来たら。いや、どう考えても宮脇亮さんってわかります？顔つきがそう目立つんですよ、それでと思っちゃうじゃないですか、まあその三輪明宏さんみたいな方をじっと見てたわけですよね。でじっと見てたら光がずっと出てきて全体を包んでるんですよね。イメージはホタルの明かりが緑色の光を出すホタルっていう、そんな感じで何これってなるじゃないですか。で思わずじーっと見ちゃったら、ちょうど奥に行く手前のところで手水車の先のところに柱があるんですけど、そこのところで足を一歩かけたら止まったんで、ふってこうやって振り向くんですよ。ドキッとしますね。で目が合っちゃってやばっと思って、ふって目を背けてチラって見るとこっちが歩いてくるじゃないですか。なんかやばー、なんか変な風に取られても嫌だよなって、怖さはなかったんだけどちょっとやばいよなっていう、そういう面持ちを持ちながら見ていたら、いきなり目の前に来るじゃない。また身長が大きいんですよ。1メーター80ちょっとあったから、大きいですね。逆に見下げられるような感じでこうやって見るわけですよね。と思って「すいません、なんかって何かありますか?」っていう感じで、そしたらいきなり何を言うかと思ったら「私がどう見えます?」って言うんですよね。いや、こっちは何かやりましたかって聞いてるのに、回答が「私どう見えます?」って意味わかんないじゃないですか。そうじゃなくって「何か失礼なことしました」って言ったら「それどうでもいいけど、私どう見えます?」もうそう言われちゃうと、答えをなんか言わないと収まりつかないじゃないですか。いや、ちょっとかっこいいですねって言ったら誰もそんなこと聞いてません。でお姉系の喋りなんですよ。そっち系なんです。じゃあなんて答えるかなって、いや、なんかありますって聞いたら、いやだから聞いてるでしょ、私がどう見えますって再三言われるから、いやちょっとね、男性が着るにはロングコートでそれハッターないですよねみたいな言っちゃったんですね。結構言ったら誰もそんなこと聞いてません。私がどう見えるか聞いてるんです。もうそんなやり取りを何回もやってる間にもうどうでもいいやって気になっちゃって、最後居直りじゃないけど「いやちょっと緑色に光ってるように見えて」って言ったら「あなたやっぱり見えてるのね、どういうことですか?」って聞いたら「ついてらっしゃい」って言って靖国通りを靖国神社から出て、で大妻女子大の方に歩いていっちゃうんですよ。で残されてついてこいって「どうするどうする」って気持ちになるじゃん。確かに確かに。でも振り向かずにとっとと行かれちゃうと、このままやっちゃうと後で何かで嫌だよなっていうのがあるから、急いで後を追ったんですよ。でそのままずっと行ったら、いきなり千鳥ヶ淵のところで千淵アレーンのところですけどね、そこで曲がっていって、で上に上がっていくんですよ。あそこをぐるーっと回ってこの字になって
回っていて、下は車がいっぱい止まっているんだけど、夏場の暑い時期だから、皆さんちょうど風は通らないんだけど、エンジンかけてエアコンかけてくにはすごくいいじゃないですか、そういうふうに止まって涼んでるっていうか休んでる、それに対してカンカン照りの上のところをずっと歩かされるから汗びっしょりですよね、でどこ行くんだろう、で本人は涼しそうな顔して歩いてるんですよ、いや暑くないのか、おかしいよなって思いながら行って、ちょうど皇居が見えるところまで来たらパタッて止まるんですよ、ここだったら大丈夫ねって、大丈夫ねって何がですかって聞いたら、いや誰も見てないでしょ、この下に行くといるけど、ここはこの暑い時期って誰も来ないんだよね、で向こうは皇居だし見えるわけじゃないからいいわね、何がいいんですかって、今から2秒間だけあなたに私の本当の姿見せるから、本当の姿って何ですかって聞いたら、ホログラフで今作ってあるから本当の私の姿を見せるから驚かないでねって言うんですよ。いや驚くの何も、本当の姿って何ですかって、いいから見てらっしゃいって、瞬きしちゃダメよって言って、3、2、1、0でカウントダウンして、いきなりホログラフから恐竜の姿になるんですよね。それがアメリカンゴジラって爬虫類みたいなのがあるじゃん。アフリカンゴジラ、アメリカのね、あれか、映画のトカゲみたいなやつ。そうアメリカ版のゴジラの一番最初のやつ。大きさはでもどれぐらいですか、2メーターちょっとありました、ね、でかいんだ。はい。でその姿が見せられて、またすぐ元に戻ったんですね。結構怖くないですか？怖い。それでね、言うことがまたとんでもないですよ。私はベジタリアンだから、あなた食べないから安心してって言うんだよでもその姿で、食べそうっすよね。私ベジタリアンって言って信用できます？できないですよね。俺肉食っすよね、どう見てもね。どういう感じだったんですか、ちなみにそれ見た瞬間の張さんの感情っていうか、そんなもう普通じゃありえないっていうか、びっくりしちゃうじゃないですか、普通だったら。っていうか思考停止ですよね。もうそのフリーズした状態で、挙句の果てに言われたのが、ベジタリアンって、それが頭に引っかかっちゃっていやその姿でベジタリアンないからってで、それから地球っていうのはねっていうか、自分たちの生い立ちっていうことで、進化っていう中で6500年前から地底に潜ったっていうんですよね。800万年、6800って言ったらどれぐらいの時期ですか？恐竜のジュラ紀とかの後半の方か。そうですよね。でそれ言ってたのは、いやその時ってね、結構隕石が落ちてくるんです、直径が30メートルって言ったかな、隕石。そのくらいの隕石がたまたま太平洋に落っこったらしいんです。その落ちたその衝撃波で水がずっと津波のようにで、ジブラルタル海峡とかああいうのを全部総波にしてったっていう、そういう衝撃波のような津波が起きたり、その振動で食い込んだり、いろんな地形が、プレートが割れちゃったりとかっていうのがあったって言うんですね、地底人は。でそうなんですかって聞いたら、でそういうふうに被害があった、被害があったんだけど、それと同時に火山活動も活発化しちゃって噴火になった。で地上にいた者たちの生命っていうのがほとんど死滅したんですって。当時の地上は恐竜たち？恐竜ですね。あとは木とかそういうの、植物、で全部ダメになってたじゃん。その中で草食動物だけ、恐竜ですよ、その系統のが地下に潜ったっていうんです。でそれから6800万年っていう長い時間をかけてるから、人間がここに来るんだって5万年ぐらいだろ。それから考えれば、人間の進化よりも俺たちの方が進化しても不思議じゃないだろう。地下っていうのはじゃあ泰さん、物理的にってことですか？一番最初は物理的ですね。そういうことですよね。安全のためにってことですよね。でも途中から異次元を作ったっていうか、空間ですよね、もう別の次元ですよね、そういうふうに変わってったって言ってました。三輪明宏さんにの、独自進化をしてった。そうです。でもそうか。地球にはもともといた生物なんだけども、恐竜としてね。それの恐竜が地下に入って進化してったのが今の地底人なんじゃないかなっていう話ですよね。だから恐竜は地上には残ってないだろうっていう。化石とかああいったものは、それはその時の化石だから残ってる。当時のだけど、その進化した人たちは残ってない。で進化によっても、要は潜らなくて途中からまた地上に出ちゃったものとか、そういうのもいるんで、知恵がだいぶあるってことですか？でも相当知恵あるみたいですよ。だから僕たちはね、勝手にその恐竜とか思うと動物的な野生的なイメージですけど、だいぶ知恵がある。全然それは木内さんも違うって言ってましたね。でも姿はこのゴジラそうです。本当の彼らの姿は結局ゴジラなんですね。ゴジラみたいな爬虫類の、そのまんまの姿だから、どう見てもここからそこまで進化してないですね。進化っていうか、体はそういうことですよね。だから
どちらかというと戦闘的な種族みたいな。ねえ、ちょっと見た目的にはね。それもその地上に今出てきている、その、あ、でもそっか、三輪さんには慣れてるから。ね、その人間としての容姿で一応出てきてるわけですよね。まあ、それはでも技術ってことですか。それはね、今は最初要はホログラフで作ってたじゃないですか。今はアンドロイドなんですって。アンドロイド。機械ってことですか。はい。あ、じゃあ三輪さんは機械だったんですか、これも。いや、その当時はホログラフだったんですけど。あ、ホログラフだったのか。で、今っていうかちょっと前に会った時には、待って、何回やってるんでしたっけ。とりあえず三輪さんには2回会っていて、それから次の人が男性であって女性であって男性であって、そんな容姿を変えてる。容姿を変えてる。最後いつだったんですか、今。2年ぐらい前。めっちゃ最近じゃないですか。ちょっと次やったらすぐ呼んでくださいよ。確かに最初の方亡くなっちゃったんです。亡くなっちゃった。あ、そうですよね、確か。恐竜だから姿やると2000年3000年生きそうじゃないですか。ああ、確かに。っていうふうにやったら人生50年って言うんですよ。僕たちより短いんです。短いんです。ラケルタ自身の故郷は地表から4300メートルの深さにあるドーム型の巨大洞窟コロニー、約3000年前に整備されたもので、中央には白色の円筒形建造物があり、宗教の中心があると同時に気候制御や照明システムの管理も担っている。都市は5つの大型人工光源で照らされてて、中には特殊な16エネルギーを利用したものがあると。円温動物である彼らは強い UV 光で血液を温めて代謝を活性化させるそうです。レプテリアンの主要な地下都市は北極圏、南極大陸、アジア内陸部、北米大陸、オーストラリアなど世界各地の地下に点在していて、それはトンネル網で結ばれているんです。人里離れた地域には直接太陽光を浴びに来るために地上施設もあると。入り口は山奥や洞窟の奥に巧妙に隠されてて、一般人が偶然見つけることはまずない。ただ、もし地下深くで突然壁面が人工的に平滑になっていたり、通気口の風が吹き出していたり、灰色の金属製の扉が埋め込まれていたら、その扉の先には円形のハブ室があり、通風設備とエレベーターが地下深くへと続いている。もしその壁に爬虫類のシンボルがあれば、そこは我々の施設です。しかし別のシンボルや何か表示がなければ、それは他の異星勢力の基地である可能性が高い。すぐに逃げなさい。完全にドラえもんの世界なのに否めないよね、これ。ラケルタは世界中の神話とかにね、この爬虫類、レプテリアンのシンボルが残ってると言われてて、みんなも知ってると思うけど、南北アメリカの古代遺跡には人間の体にトカゲやヘビの頭を持つ存在の彫刻が残っていたり、インドの聖典にはヘビのカビナーガが登場し、アジアのね、山岳地帯やアフリカの神話にも爬虫類的な存在が登場する。聖書の創世記のエデンの園のヘビも実はレプテリアンを指していたり、人類の想像に立ち会ったレプテリアンが後の宗教的解釈で邪悪なヘビに変えられてしまったと。ラケルタはこれはね、人類に対する偽の刷り込みだと言うんです。善と悪の最終戦争っていう宗教観もレプテリアンとエロヒムの戦争を目撃した古代人が神々の戦いとして語り継いだものだと。約5000年前の最終戦争、宇宙空間と地上でレプテリアンとエロヒムが激突した。エロヒム側は強力な音響兵器でレプテリアンの地下都市を破壊しようとし、レプテリアンもエロヒムの地上施設や宇宙拠点を破壊して応戦した。そして4943年前、現在2920年頃、エロヒムは突然地球から姿を消しました。艦船も基地も自ら破壊して跡形もなく、なぜ消えたのかこれレプテリアンにも分かってないそうなんです。以降人類は初めて自力で文明を発展させていくことになり、レプテリアンは表立った干渉を控えるようになりました。戦後、南方の一部人類部族に密かに接触し、自分たちが神話で語られるような邪悪な存在ではないことを説いて回っていたとも言います。しかしラケルタは警告します。エロヒムは必ず戻る。プロジェクトを終わらせるためか、第7世代を絶滅させるためか。一部のレプテリアンは現在人類の科学者や政治家と共に極秘に接触していると言います。近い将来予測される異星勢力と人類との衝突に備えて、水面下で協力や調整が進められていると。そして彼らは高度な擬態能力で今も人間社会に紛れ込んでいるため、僕たちの隣にいても気づかれることはない。仮に目撃されたとしても、それは狂った人とのたわごとだと扱われるので、かえって都合がいいって言うんです。ここまでがざっとしたね、ラケルタの概要なんですけど、ぶっ飛んではいながらも、ちょっと気になる点はあって、ラケルタが説明した恐竜絶滅のメカニズム、中米付
キンの海中で爆発という描写は実際のユカタン半島のクレーターの位置と一致します。そして博物館にあるイグアノドンの手を見てほしい。あの親指を持つ手の骨は実は我々レプテリアの骨格の一部だというんですね。つまり恐竜の化石として展示されているものの中に自分たちの種族の骨が混ざっているというんです。で、面白いのは実際に1982年カナダの古生物学者デール・ラッセルがある思考実験を発表して大きな論争になっているんです。もし恐竜が絶滅せずに進化を続けていたら、ポルオドンという小型恐竜が人類に似た知的生命体ダイノサウロイドになっていた可能性があると。もちろん学会では否定されてるんだけど、その恐竜が知的高生命体になり得る可能性はどうなんだみたいな議論はぶっちゃけ続けられているんですね。そしてカエル・オドムの話に戻ります。彼は確かに強靭だったのかもしれない。実際統合失調症と診断されているので、ただ果たして本当にそうなのか。こっからはちょっと怖い話なんですけど、このレプテリアね、外だけの世界ではなくて、実は内なる世界にも存在するかもしれないんです。僕たちの脳の中にもレプテリアンが存在するんです。1960年代、アメリカの神経科学者ポール・マクリーンが三位一体脳っていう理論を提唱しました。人間の脳は進化の過程で3つの層に分かれてて、最も外側にあるのが理性や言語を司る新皮質、その内側に感情を司る大脳辺縁系、そして最も奥深くにあるのが脳幹と大脳基底核からなる爬虫類、レプテリアンブレインと呼ばれる脳の最古の層なんです。この爬虫類脳は約5億年以上前から脊椎動物に受け継がれてきた構造で、僕たち人間の中にも確実に存在しているんですね。そしてこの脳が司っているのは生存本能、闘争反応、縄張り意識、支配欲、そしてエゴです。つまり僕たちが怒りを感じた時、恐怖を感じた時、誰かを攻撃したいと思った時、その時僕たちの脳の中では爬虫類脳が作動しているんですね。この脳が活性化すると理性は後回しにされる。理論的な思考は停止。ただ生き残れ、戦え、支配しろというプログラムが走り出す。面白いことにフロイトが提唱したイド、人間の中にある本能的な衝動、欲望、攻撃性の源はこの爬虫類脳の機能とほぼ一致するんです。なのでラケルタが言ったレプテリアンは人間よりもはるかに古い種族で地球の本来の支配者だという、僕たちの脳の一番深いところにはそのレプテリアンが確かに存在していて、5億年以上前の歴史を持つ最も原始的で最も強力な脳、それは僕たちを生かすための脳であると同時に僕たちを凶暴にする脳でもある。カエル・オドムが外の世界でレプテリアンを見て、でももしかしたら本当のレプテリアンは僕たちの中にいるのかもしれない。そしてそれが作動した時、僕たちは自分でも信じられないほど攻撃的で支配的で破壊的な存在になってしまうのかも。この潜在的に人類を支配するレプテリアンの支配から人類は果たして解放されることはあるのか、皆さんはどう思いますか？それでは皆さんご視聴ありがとうございました。